こんにちは。今日は肩から掛けるタイプのワンハンドルのバッグを作っていきます。使用する糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。色はホワイト。材質は綿 100%。40g 入って約96メートル。使用かぎ針の目安は6号。今回はこれを2本一緒にして7号で編んでいきます。あとはハサミとマーカーととじ針を使います。2本の糸を一緒にすると約2ミリぐらいになると思います。で、この糸で作り目26目で8周編むと横幅30センチ程度になると思います。サイズを変更する場合は作り目の数を26目から6の倍数を増減させてください。例えば14、20、26、32、38になります。2本の糸を一緒にして鎖を編んでいきます。鎖を26目ゆったりと編んでいきます。楕円形の底を作っていきます。楕円形は半円と半円とまっすぐのところからできています。半円を編みながらまっすぐで、また半円でまっすぐ。このまっすぐのところの細編みの数は変わりません。で、半円のところは3つずつ増えています。1つの目に細編みを2つの増し目にしています。で、ここからスタートします。この鎖の両端の目に細編みを3つ、細編みを編むので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み、表ではなくて裏山、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みを編んでいきます。針から1、2、2つ目に細編みを3つ、あと2つ、同じところ、これで1つの目に細編みが3つ、1つ目と3つ目にマーカーをつけておきます。で、これが半円の始まりと終わり。次からはまっすぐの部分を編んでいきます。一つの鎖に一つの細編み、このまま反対側の端の手前まで編んでいきます。端まで編んできました。最後の目には細編みを3つ、
この目にまず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにはこの糸端を向こうに寄せておきます。このまま2つ目、次は3つ目で、今度は糸端を手前に寄せておきます。このまま3つ目、これで1つの目に細編みが3つ、3つのうちの1つ目と3つ目にマーカー、これが半円の始まりと終わりになります。次はまっすぐの部分を編んでいきます。3つ編んだ隣から始めます。で、糸端は編みくるんでいきます。このまま3つ編んだ手前まで編んでいきます。まっすぐの部分を編んでスタートしたところまで戻ってきました。この細編み3つ編んだ手前までまっすぐの部分です。ここが細編み3つ編んだところ、その手前まで細編み、これでまっすぐのところが終わりました。この細編みの数は27個。半円の始まりに引き抜きます。で、次は2周目、鎖を1つ、鎖の根元に細編み、2周目も細編み3つ増やしていくので、今3つあるのでそれぞれに細編みを2つずつ編んでいきます。で、さっき引き抜いたところに分かりやすいようにマーカーをつけておきます。引き抜いた糸にマーカーで、根元に細編み、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。これが2周目の最初の半円の始まり。次の細編みに細編みを2つ。次も2つ。2つのうちの2つ目にマーカー。これが半円の終わりになります。
こからはまっすぐの部分、端のマーカーの手前まで編んでいきます。で、ここまで編んでいきます。反対側も細編みを2つずつ編んでいきます。まず1つ目、これが半円の始まりになるのでマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ、次も2つ、で3つ目にも2つ、最後の細編みにマーカーをつけておきます。ここからはまっすぐこの引き抜く時の糸の手前まで編んでいきます。引き抜いた糸の手前まで編んできました。引き抜いた糸には編まないで、半円の始まりの細編みに引き抜きます。これで楕円形の2周目が終わりました。次は3周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。で、3周目、鎖を1つ、根元に細編み、これが半円の始まりになります。3周目でも細編みを3つずつ増やします。で、どこでも大丈夫なんですが、今回は21、21、21と増やしていこうと思います。最初に細編みを編んだところにもう一つで細編み2つ、次は細編みを1つ、次は2つ、1つ、2つ、で1つ、最後にはマーカー、次はまっすぐの部分、マーカーのところまでまっすぐ編んでいきます。で、次も21、21、21と編んで増やしていきます。で、またまっすぐの部分を編んでここまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。また引き抜いた糸には編まないで、半円の始まりに引き抜きます。
これで3周目が終わりました。で、今引き抜いたところはだいぶ分かりやすくなったので、つけてもつけなくても大丈夫です。次は4周目。鎖を1つ、根元に細編み、これが半円の始まりで、ここでも細編みを3つ増やしていきます。どこでも大丈夫ですが、今回は112、112、112と増やしてみようかなと思います。まず1つ編んでいるので、次も1つ、次は2つ、112、で次は1つ、次は2つ、次は1つ、次は2つ、でこの半円の細編みの数は3の倍数になっています。でまたまっすぐの部分を編んでいきます。でこの端でも112、112、112と増やして、で最初のところに戻ってきます。4周目の終わりまで来ました。また引き抜いた糸には編まないで、半円の始まりに引き抜きます。これで4周目が終わりました。次は5周目。鎖を1つ、根元に細編み、でだいたいカーブが出来上がっているので、ここからは適当に入れていきたいと思います。丸みを持たせたいところに増し目3箇所増し目をします。ここら辺とここら辺とここら辺、全部で3つ細編みを増やします。で今細編み1つ、隣にも1つで、私はここら辺で細編みを増やします。1つの目に細編み2つの増し目、次は1つで、ここでも丸みを持たせたいので細編みを2つ、次は1つ、でここに丸みを持たせたいので細編みを1つ増やします。これで細編みが3つ増えました。
半円の中に3つ増えたらどこでも大丈夫です。あとは1つずつ。次はまっすぐのところ。まっすぐ編んでいって、こちら側でも細編みを3つ増やします。で、またまっすぐ編んで元に戻ります。5周目の終わりまで来ました。また引き抜いたところには編まないで、半円の始まりに引き抜きます。次は6周目。鎖を1つで細編み。で、6周目ではこことこことここら辺に増やそうと思います。まず2つ、1つと2つ、次は1つ、ここで2つ、次は1つ、でここら辺で2つにしようと思います。これで3箇所増えました。あとは1つ、次はまっすぐ編んでいきます。で、こちら側でも3つ増やします。で、まっすぐ編んで元のところまで戻ってきます。6周目の終わりまで来ました。また半円の始まりに引き抜きます。次は7周目。7周目も大体で3つ増やします。反対側も同じように3つ増やします。8周目も同じように丸みを持たせたいところに3つ増やします。で、反対側も3つ。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。まず鎖を3つ、1、2、3、同じところに長編みを2つ、これで鎖と長編みが2つ。次は足元2つ飛ばして3つ目に長編みを3つ、1、2、3、
れで長編みが3つ。また同じように足元2つ飛ばして3つ目に長編みを3つ。1、2、3。次も同じように1、2、3。これで1周します。1周編んだら最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。1、2、3。次は側面の2周目。このまま隣の長編みに針を入れます。糸を出してかぶせるようにして引き抜きます。これで真ん中から糸が出ました。ここから同じように鎖を3つ。で、同じところに長編みを2つ。これで鎖と長編み2つで、また下と同じように真ん中に長編みを3つ。これで長編みの上に長編み。次も同じように真ん中に長編みを3つ。これで1周します。2周目の終わりも最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は側面の3周目。またこのまま隣の長編みに針を入れます。で、糸を出してきてかぶせるようにして引き抜きます。これで真ん中から糸が出ました。下と全く同じように編んでいきます。鎖を3つ、同じところに長編みを2つ。次は
長編みを3つ真ん中にで、これを繰り返してしばらく編んでいきます。側面を15段編んできました。長さは底も含めて約25センチ。糸を切って本体を終わりにします。鎖の下から3つ目、糸を出してきて引き抜きます。鎖を1つ編むようにで糸を切ります。次はハンドル部分を作っていきます。で、底を見て整えて真ん中にマーカーをつけます。1234567 1234567 8番目、反対側も同じように真ん中にマーカーをつけました。新しい糸を持ってきます。後で針で糸始末をするので少し長めに残しておきます。で、長編み3つのうちの真ん中、糸を出します。ここから鎖を3つ、1、2、3、隣の長編み3本、真ん中に長編みを2本、次に長編みを3本、ここからは下と同じように編んでいきます。ここは鎖を3つ、長編みを2本、次は長編みを3本、次からも3本を編んでいきます。下と同じように3本、で次も3本、でこのまま反対側のマーカーのところの手前の手前まで編んでいきます。3本を編んでいきます。反対側のマーカーの手前の手前まで編んできました。
長編み3本の後には長編みを2本、ここにまず1本目、2本目は未完成の長編みにします。未完成の長編みは針に糸を絡めて3本のうち2本からだけ引き抜きます。これで未完成の長編み。次は未完成の長々編み。このマーカーのところに未完成の長々編み。まず針に糸を2回絡めて、でマーカーのところ糸を出していきます。で2本ずつ引き抜いていきます。3本になったら一度に引き抜きます。これで減らし目ができました。次は2段目、鎖を3つ裏返します。長編み3本のところに長編みを2本、2本のところではなくて3本のところ、真ん中に長編みを2本、次からは3本の上に3本、下と模様が揃うように編んでいきます。次も3本、反対側の長編み2本の手前の手前まで編んできました。長編み2本の手前には長編み2本、まず1本目、次は2本目、さっきと同じように未完成の長編みにします。次は未完成の長々編み。下の長編み2本の2本目に針を入れます。2回絡めて2本のうちの2本目、で2本ずつ引き抜きます。3本になったら一度に引き抜きます。これで減らし目。次は鎖を3つ、1、2、3で裏返します。さっきと同じように長編み3本に長編み2本、2本のところではなくて3本のところ、ここに長編みを2本、次は3本に3本、今までと同じように編んでいきます。この3本で反対側の2本の手前の手前まで編んでいきます。反対側の長編み2本の手前の手前まで編んできました。また長編み2本の手前には長編み2本、
2本目は未完成の長編み。次は2本のうち2本目に長々編みの未完成。3本になったら一度に引き抜きます。次は鎖を3つ。裏返します。長編み3本の上に長編みを2本。3本の上に長編み3本。で、次も3本。このまままた反対側まで編んでいきます。これをしばらく繰り返して台形を作っていきます。7段編んできて長編み2本と3本と2本になりました。次は鎖を2つ。今までは3つでしたが、ここでは2つ。裏返します。鎖の根元の隣の長編みに長編みを1本。これで減らし目ができました。次は3本に3本。今までと同じです。次は未完成の長編み。こことここ。2本目の長編み。一度に引き抜きます。これで減らし目。次は鎖を3つ。さっきは2つでしたが、ここでは3つ。1、2、3。で、3本の上に3本。で、減らし目をしたここに長編みを1本。ここから細い部分を編んでいきます。同じように繰り返していきます。鎖を3つ。3。裏返します。長編み3本に3本。で、鎖の下から3つ目に長編み。1、2、3。また同じように鎖を3つ。で、裏返します。
長編みに長編み3本、で鎖に長編み、減らし目が終わった次から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 段編んでいきます。13段編んできました。長さは約19センチ。糸を切ります。で、反対側も同じように編んでいきます。マーカーのところ、鎖を3つ、1、2、3で長編みを2本、次は3本とさっきと同じように編んでいきます。でさっきと同じように台形の部分が終わったら、この細い部分を同じように13段編んでいきます。次は閉じ合わせます。裏返して内側が表になるように合わせます。で、手前が針がついている方で、このまま向こうの鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に針を入れます。で、このままで戻ります。手前の2本の糸の下で同じところで隣の2本の糸の下、向こうも隣、次も隣、最後は鎖の下から3つ目、向こうも端、もう一回同じところ
これで合わせることができました。でこの糸で糸始末をします。こっちも同じように糸端を隠します。最後に縁を編んでいきます。マーカーのついているところ、鎖を3つ、1、2、3で、この境目、ここに引き抜きます。次はこのまとめているところ、ここ鎖を3つでまとめているところ、また鎖を3つで境目、でまた3つでまとめているところ、でまた鎖、次は鎖を2つ。今までは3つでしたが、今度は2つ。1、2で境目、また鎖を2つで境目、鎖を2つでまた2つで、ここまで編んでいきます。合わせ目まで編んでいきます。縫い合わせたところまで来ました。ここに針を入れて引き抜き編みをします。まず鎖を2つで合わせたところ、引き抜き編みでまた鎖、1、2、
境目で鎖でこの付け根のところまで編んでいきます。根元まで来ました。長編み2本のところには鎖を2つでまとめているところ次は鎖を3つ1、2、3で境目また鎖を3つ1、2、3でまとめているところ鎖3つで境目で最後はマーカーのところに引き抜きます。でこれで糸を切ります。針で糸始末をします。他の糸端も隠していきます。で反対側も同じように縁をぐるっと編んでいきます。6玉使って残りはこれぐらいになりました。
サイズを測ってきました。上から下までは47センチ、深さは26センチ、ストラップは40センチ、で底は11センチの26センチ。とても可愛く出来上がりました。